皆さん、こんにちは、こんばんは。ホイコーローでございます。大芸遊戯をご覧いただきましてありがとうございます。本日もですね、元気よく動画を撮っていきたいと思います。今日はですね、ちょっと直近、日米両政府がですね、為替介入しているよねっていうところ、で私の動画でもですね、ドルだったりとか、こういう為替相場にですね、ロレックスってめっちゃ紐づいてますよというようなお話もいくつかさせていただいておりますので、今回のことはですね、どれだけの影響が出るかっていうところを、お話をさせていただければなと思っております。動画をですね、気に入っていただければですね、ぜひチャンネル登録またはいいねよろしくお願いします。さてですね、今回、日米両政府でもう円とドルのね、為替を介入するってなかなか聞かない話で、過去3回行われている中で、もう急遽ちょっとやりましょうっていう話に、私はちょっと見えてはいるんですけども、直近のね、円安はすごいですよね。仕事してるとですね、どうしてもこの為替だったりとか、そういうところに、円のゆかりのある方からすると、直近まで1ドル100円とか110円、高くてもね、120円ぐらいだったでしょみたいな感じで、ここ2、3年、ここ1年ぐらいですよね。150とか160を聞くようになったっていうところになります。で、今回は、いくつかやっぱりその日本にとってもこれ以上円安になるっていうところと、ドル高になるに対してもアメリカ側から見て、メリット、デメリットっていうのはあるので、ちょっとそれをまず現状まとめてみようかなと思っています。まずはですね、日本から見ていったときに、円高に向かう、メリットっていうところになるんですけども、日本って皆さんやっぱ食品自給率を含めてやっぱり自国生産っていうところで、原材料を含めたものっていうのは輸入代売りっていうところになるんですよね。でそれによって、我々の今の生活も含めてなんですけども、食品だったりとかいろんなものがですね、値上げされてますと。っていうところに関して、まずそこの仕入れ原価っていうところで、円高になることによって、それがある程度、これから上がらないっていうわけではないんですけれども、ある程度遅らせられるんじゃないのかなっていうメリットが出てきます。結論的にはですね、我々一般庶民のですね、生活費がですね、上がらないとは言わないですけど、先延ばしにされましたっていうような感じになると思います。で、ただですね、この円高になることによって、ちょっとね、気にしていかなければいけないのはですね、企業収益ですね。で、日本の税収の中で、いろんな税金もある中で、やはりこう、企業の収益が上がるっていうところの、税収だったりとか、場合によっては、それに関して、ボーナス反映、給料の反映っていうところに紐づいていくんで、特にグローバル企業っていうところですよね。日本だったらね、トヨタとかそういった車産業を含めた、グローバル企業の決算っていうのはドルベースで、そこから日本本社の円換算っていう形になるので、そこの財務表は悪くなりますと。実際に日本円で、多分そういった収益がちょっと削られてるっていうことになるので、もしかしたらこれに同時進行っていうことになるんで、さっきのね、生活の食品だったりっていうところにちょっとなんかこう下がってくるのと、給料が上がるペースがちょっと鈍くなったりみたいな、そういう形に、日本はね、なっていくような形はしています。ただ、大前提これが160円と、120円とか110円の時代になりますんで、それを良くも悪くもっていうところで、今の時代が150から160っていうことを踏まえたら、そこは仕方ない部分もあると思います。で、もっと言うと、給料を上げるためには、日本政府だけじゃなくて、高市さんがいろいろと頑張ってはいらっしゃると思うんですけど、そこに限らず、各企業さんの努力だったりとか、日本の、ね、製品だったりっていうところと、そういったサービスを海外に売っていく、あるいは国内商品が高まっていかないと、そもそもね、そこは上がってこないっていう話になりますんで、そこはですね、企業としていろいろ頑張っていきましょうっていう感じだと思いますね。一働く側としてもね、それを頑張っていきたいなと思っています。で、逆にですね、ちょっとアメリカ側の、メリット、デメリットというか、アメリカ側からしたら、ほぼデメリットしかないなっていうふうに思っているのが、今、貿易上がりっていうふうに言われている中で、円高、ドル安になってくると、貿易赤字がですね、縮小するのかな、どうなんでしょうね。ただですね、
円高になることによって、アメリカからやっぱりさっきね、輸入物っていう話になるんで、物を買うときには、やっぱりお安くなりますよねっていうふうに思っちゃうんですよ、日本円から見ていったときに。で、逆に、もう一つちょっと違った観点からすると、日本ってゼロ金利時代もあったんで、あれなんですけども、円建てで海外投資をしているっていうような方っていうのは結構アメリカ、個人を含めていろんなね、ウォールバートにいるようなそういったエリート層も投資をしているような形にはなりますので、円が高くなるっていうことに対して、利確まではいくのかな、どうなんだろう、この幅にもよるんですけども、利確に走る傾向はなくはないなというふうに思ってはいるんですよね。でそうすることによって、彼らもね、お金は儲かるっていうことになりますんで、今回ある程度政府が介入したことによって、もしかしたらプラス要素でウォール街とかそういったところが動き始めてくれるのであれば、なおかつこれの円高の流れはさらに大きな波になるんじゃないのかなと思っています。で、デメリットね、一応デメリットも言っとくと、ドル持ってる人、海外の皆さんからしたら、あれかもしれないですけど、日本に来るときにちょっと円にね、レート悪くなるんで、ちょっと贅沢ができなくなりましたっていうような感じにはなってくるんじゃないのかなと思っています。一応ですね、いろいろと専門家のね、お話とかと、トランプさんもね、ああいう性格の方になるので、これの幅ってどういう感じになってるのかなとか、あるいは今後ってこれ、政府とね、同士の話になるんで、なんかどういうふうに介入していくかとか、なんか絶対取り決めはあるはずなんですよ。で、これね、なんかいろんなね、話があって、まとめるとね、多分2つあって、1つ目は、これは多分絶対だろうなと思ってるのが、日米政府で、1ドル160円を超えないようにしているっていうところが、まず多分1つのボーダーラインだと思うんですよ。160円に行こうとしたらそれを止める。160円を超えそうだとか、あれ超えたらまた追加のなんか強力な、そういった、抑止力としてそれを止めに行くっていうところがまず出てくるんじゃないのかなと思っています。で、それがですね、もう一つ、それが上限だとしてね、低減だとしたら、おそらく145円から150円ぐらいになるんじゃないですかね。で、それがですね、多分、一つのボーダーラインとして、両国間の、一つ、いつまで手を取って共同、共に戦うっていうところで、していくかっていうところは、決めていらっしゃるんじゃないのかな、というふうに思っています。で、ちょっとこのね、2つのレンジっていうのはね、皆さんのね、専門家の話をね、いろいろと調べて、多分この間なんじゃないかっていうような話になるので、実際にただ一つだけね、なってる可能性もありますよね。160円を超えないようにするだけっていうような取り決めもあると思うんで、ただ出口戦略としてもしかしたら145円ぐらいになったら、もうこれはもうお互い、関係解消しましょうみたいな、なんかそういうね、出口の、なんか口約束なんか、口約束はないと思うんですけど、なんかそこまでね、政府間で話し合われているのであれば、そのレンジ内での可能性はあるんじゃないのかなと思っています。で、じゃあロレックスに対してどういう感じで影響出んだって話で、SNS でね、見ると、円高になるからもうなんかそういうプレミア価格崩壊するぜ、もう買う意味ねえぜってなんか皆さん言ってるんですけど、これね、一部あって一部あってないなっていうふうに思ってはいるんですよ。というのも市場ってあくまでも我々民主国家っていうことになるんで、ある程度政府が異常な事態を回避するっていうところで、こういった手入れみたいな形でやってくることは多いんですけども、ある程度さっきね145円を1回下限として設定したときに、それ以上はもうマーケット任せにしますよっていうようなスタンスだと思ってはいるんですよ。ってなった時に、これ以上急激に下がるってことはまず考えにくいなというふうに私は思っているので、一旦ちょっとね160円から145円まで下がったってなった時に、15円差じゃないですか。でこれ多分ね計算すると約 9. 何%ぐらい形になるんで、一旦ちょっと分かりやすく 9%、10% がいいかもしれないですね。10% の、為替レートが、変動しましたってなった時に、この 10% がじゃあ仮に正規店で買って新品でっていう手放すっていうとね、いろんな事情があるんで、そういうケースはないと思いたいんですけど、そういう開発もあったとしても、多分、人気モデルに関してはほぼノーダメージ、ダメージじゃないとは言い切れないですけど、買わない理由はないよねっていうところはあるかなと思います。ただですね、一部モデルに関してはもうこれ、近年ずっとそういった相場のね、
価格調整もあったりしたりするんで、今までみたいに、全てがなんかこう買ったらなんか利益出るとかプレミアムついてるみたいなそういった形ではなくなってくるのは、少なからず一部のモデルでさらに出てくるのかなというふうに思っています。しかも人間のニーズっていう形になるんで、ここのね、人気さによってモデルさんによってね、ここから今動画見ていただいている皆さんはですね、88の動画っていう形で見ていただいていると思うんですけども、来年にはですねまた新しいモデルが出てたりとか、ディスコになったりとかしますんで、それによってねまたちょっと大きく変動するんで、どれがどういう風になるのかっていうのはまだちょっと正直お話はできないのかなという風に思っています。ただですね、これね、一ね、ロレックスファンとしてね、悲しいことにですね、多分直近平行点で買われた方、これね、ちょっとね、悲しい思いをめっちゃするなと思ってます。いや、そうなんですよね。これね、なんだろうな、やっぱりね、平行点で買う、買わないっていうところでいくと、私は買っていいと思ってはいるんですよ。っていうのがね、どうしてもね、時短とかね、タイパーって言われるような領域もそうですし、で、その他にね、いくつかの原因で、やっぱり俺は疲れるから、じゃあそのままなんか買っちゃった方がいいよねってなって、資産性をある程度気にするとしても、ただ時計好きからしたらやっぱ 10% ね、仮にこの枠号がさ、減ったら、勤務モデル買ってましたってなったら、おお、ちょっとね、今の勤務モデルなんてね、すごい高いわけですから、そうなった時にも、やはりちょっと心が痛いっていうところを、思わずね、時計を、お前ちょっとここちょきねこなったら、みたいな、なんかそういう状況もありますので、それはちょっと仕方ない部分かなと思いつつ、大事なのはですね、時計が好きっていうことになるんで、それはですね、10年持って20年持ってなくなるもんでもないしね、っていうことになりますんで、そういったね、なんか一時的なダウンによって、政府の介入によって大きく下がるとか、あるいはとんでもないことでも崩壊しちゃうとかっていうことは、ちょっと一部の皆さんがすごくこうオーバーに似てるなっていうふうに、私はちょっと楽観的に見ているところはあるんですよね。確かに条件としては価格調整で上がり下がりもね、ロレックス相場っていうのはありますんで、そこに関しては下がるっていうことはもう間違いなく、政府介入してきたし、金融的なところも価値として、円ドルっていうことはあるんですけども、ロレックスもそれに紐づかれてちょっと下がりましたっていうのは多少はあるんだけども、楽しむ分にはもうそんなん気にしてたら何事も買えないっていう、何もできない、日本経済も回さないっていう感じになっちゃうんで、そこはね、正しく理性的に自分の、欲しいもの、かっこいいと思うもの、自分のお財布事情に合うものを買うっていうのが一番のね時計を楽しみ方になりますので、あくまでもですねこの為替がこう落ちることによって多少はそういった資産価値の部分で影響出るんですけども、多くの方がですねちょっと極端な表現になっちゃうんですけど、暴落するとかもうマーケット崩壊するというようなそこまでは至らないんじゃないのかなというふうに私は思っています。でですね、多分こっからですね、どういう風な流れになってくるかっていうところになるんですけども、一番私はですね、注目しているのがですね、日銀の金利なんですよね。今ですね、大きくその為替影響で出てきているって言われているのが、金利差だと。アメリカの金利は何パーセント、日本の金利は 1% ちょっと。そこの格差がでかいんで、どうしてもね、日本が円安になりがちだっていうところになるんですけど、この前4月末でね、日銀が発表して、一旦金利上げを見送りますっていう話だったんですけど、ちょっと残念だなと思いつつも、内容として見ていった時には、一部のね、専門家の皆さんもね、私よりなんかもっと知識を持ってるし、そこに対していろいろともっとね、様々な考えはあるんですけど、やっぱり見てて、今回あえて金利を先送りした、上げをちょっと先送りしたなっていう印象を私は持っているんですよね。これ多分土壌が整っていて、日銀の会議の後に、ちょっと、いろいろ多分政府の方も、動いているみたいな話があったんで、事前にそういった話がもうその会議の中で入っていったんじゃないみたいな。私もね、政府と日銀ってね、ほぼニアリーイコールするあるって、そこはね絶対そういった情報としてインプットされて皆さん多分ミーティングされたんじゃないのかなというふうに思います。で、こっからはですね金利はね次回多分上がると思うんですよね。でやっぱりその動きを見ていくと
多分今160円防衛戦みたいな感じになっている中で、それをさらに追加としてやらなきゃいけないっていうような判断として次回は絶対出てくるので、高い確率で上がっていくというふうに私は思ってます。で、それもですね、極端になんかいきなり100円とか、120円まで下がるとかっていう話ではなくて、160円防衛戦をこううまくこう150円台の方に持っていくような、そういった金利の上げ方をしていくと思うんですよね。なんでここから都度そういったちょっと金融情報も入れていくと、今持ってるねロレックスの資産性っていうところも、少なからず、予測はできるんじゃないのかなというふうに思います。でただですね、皆さんなんていうんですかね、これで分かるものはもう分かっちゃうんですけど、もうどうせ値上げ来るんだから。絶対ね、もうこれね、2026年のね、今、ロレックスマラソンを、されてる方、6月も過ぎてね、一回値上げがありましたっていうところになるんですけど、それがね、ゴールドを基軸として、一部モデルの値上げだったんですが、また上がるって。これ絶対にさ2027年の1月にさ上がるんだから、その上げ幅もさこういう金利の上げ幅からしたらさっていうところになってくるんで、そこにねどうしても買えない状況は引き続きね続くと思いますんで、そうなってきた時にそれを買うの買わないのっていうところは欲しい時が一番安いっていうのは、引き続きちょっと来年も続きそうだなっていうふうに私は思っています。なんでですね、皆さんもしですね、別に私のですね意見は一参考っていう形になるんで、欲しいモデルがあるっていうところはですね引き続きお早めにっていうところと、並行点もですねそういった方もねいろいろと考えはありますんで、それもチョイスの一つだなというふうに私は思いつつも、場合によっては並行点よりかはやっぱ正規点がいいだけど、海外の方とか、2拠点でちょっとそういったものを見てみたいっていうところで、そういった余裕のある方もですね、実施してみるっていうのを非常にこうロレマラとして、あるいはロレックス RPG ゲームとしてすごい面白かったりすると思いますんで、ぜひちょっとトライアルしてみてくださいっていうところになります。はい、ということでですね、今日は日米両政府がですね、為替介入という形の、をテーマにですね、ロレックスに出る影響というところと、ちょっと今後に対して少しこう楽観的なところではあるんですけれども、私個人の意見をまとめさせていただきました。ぜひですね、この動画を気に入っていただければですね、チャンネル登録またはいいねのほどよろしくお願いいたします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。